もしエレベーターが落ちたら地面にぶつかるタイミングでジャンプすれば助かるのかな。今日はその疑問をシフィーが解決してあげるね。その日シフィーは高層ビルの最上階にいたの。もしこれが落下したらどうなるんだろう。エレベーターの中で体が浮いて宇宙体験ができるかもなんて考えてたらシフィーの予想は外れて空気抵抗があるため体は浮かなかった。やばい、落ちて死んじゃう。シフィーはジャンプをしようとしたんだけど落下から5秒以内に地面に衝突したせいでジャンプする前に死んじゃった。シフィーは気づくとエレベーターに乗る前の自分に戻っていた。今度はジャンプして助かろう。みんな見たらわかるよね。結果から言うと落下中にジャンプしても意味なかったよ。地面に衝突するタイミングぴったりでジャンプできれば衝撃は軽減できるけど、少しでもタイミングが早いと逆に地面に衝突する勢いが増すみたい。つまりジャンプしない方がいいってことだね。これは見せられないよ。どうしてこうなると思う？人がジャンプした時の速度はだいたい秒速 1.3 メートルなんだけど、エレベーターの落下は秒速40メートル以上だからタイミングよくジャンプできてもほとんど軽減できないみたい。スーパーサイヤ人くらい脚力があれば別なんだけどね。でもそれだけ脚力があるならそもそも死なないよねシフィーはこの失敗を何度も繰り返して学んだの。体勢が良くないのかも。ジャンプ直後は膝が曲がってないよね。そのせいで衝突した瞬間に膝の骨がバキバキ折れて脱臼。そして人体がギタギタに裂かれちゃうの。これじゃあエレベーターが棺桶になっちゃうよね。だからシフィーは足だけに衝撃が集中しないように横になって全身に衝撃が分散されるようにしたの。で、試してみたんだけどこれでもやっぱり肋骨がバキバキに割れて内臓もぐちゃぐちゃになって死んじゃったんだ。結論、シフィーは何度も繰り返してついに一番いい方法を見つけたの。正解は膝を曲げたまま立って待機すること。膝を曲げることで落下の衝撃はある程度吸収できるの。下半身は骨折、脱臼とかで二度と使えなくなるけど重要な部分は傷つかずに生き残れる可能性があるよ。ただ後遺症で同じような人生は送れなくなるんだけどね。無傷で助かる道がないなんてもうエレベーターに乗れないよと思ったそこの君、大丈夫。現実的に考えてみよう。エレベーターには安全ブレーカーがついてるからそもそも地面に落下して衝突しないんだよね。もし奇跡的にエレベーターのワイヤーが全て切れて落ちちゃって奇跡的に安全ブレーカーも作動しなかったとしてもエレベーターの底には干渉機っていうのがついてるから衝撃を和らげてくれるんだって。つまりエレベーターは階段を登るよりも普通に道を歩いてるよりも死亡率がとっても低くて安全な乗り物